ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、バフムトに少し注目して映像を多めにして動画を作成しようと思います。いつもだと全体の話をしていることが多いわけですが、今日に限っては戦線は膠着していて、バフムト以外においてはあまりそれほど注目すべき動きはなかったように思います。だからこそ最も激しいバフムトの戦い、その映像などを中心にして、現在の戦況解説などを進めていこうと思います。いつもとは少し違った形なので、もしかしたら YouTube からあっちこっちから動画を引用するなと言われるかもしれないので、その時は後日動画のほとんどがモザイク処理になってしまうかもしれません。まあその時はその時として、今回は少し実験的に動画を多めにしていこうと思います。それではまずは現在の戦況を見ていきましょう。まず最初に全体状況から言いますが、戦線全体を見れば膠着していると一言で言えるような状況です。ただし各所において激しい戦闘が起こっており、その中でも以前から継続して激戦が続いているのがバフムトです。こちらがまずは現在の状況。街をぐるりと囲もうとするロシア軍に対して、ウクライナ軍が何とか持ちこたえている状況です。現在街の中心近くを流れている川を境にして、東側はすでに抑えられたと見られています。そしてこちらがここ最近2ヶ月のロシア軍の動き。街自体がなかなか落ちないために、街の北側、南側を抑えて、なんとかバフムトを飲み込もうとしています。現在ではバフムトに対する補給は非常に困難になっています。こちらはバフムトの街に向かっているとされる映像で、道端には破壊されてしまった車がいくつも映っています。ただ映っている車両は民間車両だと思われるものが非常に多いので、避難する車も含めて無差別に攻撃を受けている可能性があります。そしてこちらはウクライナ軍兵士の一人称視点での動画となります。映像はバフムト郊外における銃撃戦の様子を示しており、元々の音声付き動画を見た場合、緊迫感は非常に伝わってくるものです。このような戦闘の様子は、林の中での銃撃戦や塹壕の中で撮影したものなど様々なバリエーションがあります。そして街の南にはミグ19の飛行機の記念碑があります。こちらがアリ氏妃の姿で、この記念碑があった場所が今はこの状況です。ミグ19の記念碑はロシア軍の進出によって破壊されてしまいました。そしてこちらがバフムトの街を疾走するウクライナ軍の姿です。この画面の右上にある黒い物体はウクライナ軍の戦車だそうです。進出してきたロシア軍による攻撃で破壊されてしまったというのですが、これを撮影しているということは少なくとも攻撃されたが、なんとかロシア軍を撃退しているといった一進一退の状況を垣間見ることができます。現在は市街戦へと突入しているということもあり、それに関連した動画の公開も増えています。こちらの映像もバフムトの街での戦車の戦いだとされるものです。まず第一にここからわかるのは、川にかかっている橋をウクライナ軍は落として、ロシア軍の進出を阻んでいるという話が映像からも垣間見ることができます。ウクライナ軍が砲撃しているその先というのがバフムトの東側だと見られます。その他、バフムトとされる戦闘映像として、歩兵戦闘車の戦っている姿などの映像が公開されています。このあたり激しい戦いが起こっているというのもまさにその通りなのでしょう。そして残っている建物の中にはウクライナ軍の兵士が陣取っており、街の通りを自由に歩けるわけではありません。左側の方はウクライナ軍スナイパーによる攻撃。そして右の方はスナイパーとはちょっと違うんですけれども、おそらくやっていることそれ自体は同じようなものでしょう。ロシア軍が占拠している建物への銃撃を行っています。ちなみに街に進出してきているロシア軍は正規軍と共に傭兵部隊のワグネルがいるわけですが、ワグネルはどうもここは抑えたぞという話をするときに建物のてっぺんに登ることが多いので、このように上層階からの銃撃が有効なのでしょう。続いてこちらが従来のドローンによる攻撃です。敵の頭上まで行って爆発物を投下します。この動画においては一撃で相手の装甲車を破壊することに成功しています。しかしいつもこのようにうまくいくわけではありません。どうしても破壊力が不足しており、せっかく命中させたんだけれども、破壊まで至らないということも多々あります。これまでドローンといえば、塹壕の上や歩兵戦闘車などの上空まで行って爆発物を落下させて攻撃するといった手段が多かったです。しかし、この写真に見られるように、対戦車ロケットランチャー RPG の弾頭をドローンにくくりつけるような形で相手に突っ込む、そのような使い方も最近では増え始めました。これはどうしても歩兵相手であれば手榴弾などでも十分なのですが、やはり戦車などを撃破しようと思えば、
このぐらいのものが必要になるというわけです。そしてこちらがその映像。RPG の弾頭部分のその先っちょの部分が画面下に出てきています。ドローンを操縦しながら戦車の上部や後部といった基本的には弱いであろう部分へと突撃しています。最終的にはぶつかって爆発するはずなので、その部分についての映像はありません。これもまたドローンの使い方の進化とでも呼べるものでしょう。もちろんこのようなやり方は逆に言えばロシア軍の方もやってくるでしょうから、これからの戦車は上部装甲の強化やもしくは戦車に向かって飛んでくる飛行物に対する近接防御用の兵器の装備なども進んでいくことでしょう。そして最後にご紹介する映像がこちら。塹壕の中を水が満たしています。これはウクライナに春が来て雪解け水が塹壕へと流れ込んでいるからです。そして雪はいずれ全て溶けてなくなります。これらの水が乾いた頃にウクライナ軍の反撃の時期が到来するというわけです。どのような動画が公開されているかというのを見れば、その時の戦況がある程度推測することができます。例えば今であれば、バフムトの街で激しい市街戦になっているのというのを言葉として聞く以上に、そのような戦闘場面の動画が実際に市街戦が行われているんだなというのを感じさせるものです。このような市街戦に突入したというのは、良い面と悪い面両方があります。まず第一に悪い面なのですが、これまでは街にいかにして侵入させないかといった戦いでしたから、ウクライナ軍の方が守りに徹することによって、ロシア軍に対する打撃を大きく与えることができました。特に平野を突っ込んでくる歩兵が大量にやってくる、これに対して銃撃、砲撃を加えた場面などは、圧倒的にウクライナ軍の被害の方が少なかったわけです。しかし、そのような被害がたくさん出た、その末に、ロシア軍が街へと侵入を果たし、そのために至近距離での銃撃戦が発生して、じわじわと押し込まれるといった形になっているわけです。このような市街戦になってしまうと、一方的にどちらかの方が極端に被害を与え続けるといった場面ではなく、どちらもやはり同じような損失を被る非常に激しい血生臭い戦闘へと発展してしまいます。そうした意味では市街戦というのは残念ながらウクライナ軍にとって絶対的に有利な場所だとは言えません。しかし同時に街の攻略という意味においては建物一つ一つを攻略していかなければなかなか前へと進めないという状況も生まれますから、そうした意味では時間稼ぎとしてはウクライナ軍は有利なわけです。ここに一つジレンマがあります。時間は稼げるんだけれどもウクライナ軍兵士の死傷者も増えてしまう。これをどれだけ許容できるかがウクライナ軍は試されるわけです。ただしこれにはタイムリミットがあって、ウクライナ軍としては欧米製の戦車や歩兵戦闘車が前線へと投入されて反撃戦が始まる。それまでを何とかしのぎ切ればロシア軍をバフムトに釘付けしたその意味はあったと最終的には言えるわけです。このあたり実際にそううまくいくかどうかというのが今の戦いの強化を後に決めることとなります。少なくともウクライナ軍はこのバフムトの町にすでに7ヶ月、8ヶ月、そして9ヶ月といった具合にして足止めに成功してきたわけで、ここで足止めするプラスアルファ大きく打撃を与えたというこの効果がどれだけ反撃に生かされるかというのがウクライナ軍にとっては今後の命運を左右することにもつながるわけです。少なくとも現在公開されている動画の中には欧米から供与された歩兵戦闘車ですら姿を現していません。つまりそれだけ戦力を温存しているわけです。ドイツで訓練していた歩兵戦闘車ブラッドレーの乗員たちの訓練が終わったことはすでに伝えられています。まだアメリカ本土で訓練しているブラッドレーについては訓練完了のニュースがないわけなので完全に全部が揃うわけではありませんが、しかし3月下旬頃には戦車や歩兵戦闘車の訓練がほとんどが終わって一斉に第一陣の引き渡しが本格化するはずです。そうした意味ではバフムトの街は反撃が始まるまでついに持ちこたえるといったところまで粘りに粘るのか、それとももはや十分持ちこたえたとして撤退するのか、このあたりの判断は結構難しいものだと私は思います。なお、この動画ではちょっと戦闘場面の動画が多かったこともあり、後で YouTube にお叱りを受けるかもしれません。その時には今回のような動画多めといったことは次回から少し封印するかもしれません。逆に言えば全く何のお咎めもないようであれば少しこのまま戦闘場面の紹介も続けようかなと思います。このあたりはちょっと手探りな状態になるでしょう。
というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。